皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントです。このチャンネルではオキュラスクエストプラットフォームの VR ソフトを、主に紹介しているんですが、今回は VR 全体の中からカミングスーン表記になっているまだ発売されていない猿頭期待の VR ゲームを紹介したいと思います。AAA タイトルや MMORPG、コアファンの多い名作のリメイクなど、いろんな作品をプラットフォームジャンル問わずで紹介していきたいと思います。まだ発売がアナウンスされただけのゲームや、発売未定のゲームなども含まれています。個人的に期待値の高いゲームをチョイスしてみましたので、今後の予定の参考になれば幸いです。動画前編後編にわたり合計20本を一気に紹介していきます。パンツァードラグーンボヤージレコード。パンツァードラグーンボヤージレコードはセガサターン用ソフトパンツァードラグーン、パンツァードラグーンツバイ、アゼル、パンツァードラグーン RPG の3作品をエピソード形式で追体験できる VR シューティングゲームです。どこかエビのような甲殻類を思わせるデザインのドラゴンの背に乗った主人公が銃によるショットやドラゴンによるレーザーによって敵を撃破していきます。このシリーズは VR シューティングレズに似た録音ショット主体の戦闘システムで、爽快感のある操作感が特徴的でしたが、 VR 版も同じようなシステムになるのか楽しみです。VR で何に乗ってみたいかって考えて真っ先に浮かぶものの一つがドラゴンではないでしょうか。僕もそう思う一人なので楽しみにしているタイトルの一つです。パンツァードラグーンに出てくるドラゴンって造形がちょっと変わっててすごくかっこいいんですよね。ストーリーや世界観、設定も作り込まれててリメイクされることが多い名作でもあります。ローファイ。映画ブレードランナーなどからインスピレーションを受けて開発された VR サイバーパンクオープンワールドアドベンチャーゲーム。サイバーパンクといえば1980年代に流行した SF 小説の一ジャンルですが、ここ最近ゲーム界において再流行しつつある気もします。主人公は警察官であり、パトロールをしたりゲームセンターで遊んだりカジノでギャンブルしたり自由に過ごすことができます。広大な非線形オープンワールドマップや何百もの犯罪とストーリー、何千ものアイテム、インタラクティブな NPC など大規模な世界観を有したゲームになるようです。トレーラーを見てもとてもグラフィックが美しく、街並みやマシンのデザインがかっこいいんですよね。昔のサイバーパンクって東京のビルや路地裏をモデルにデザインされた街並みが多かったと思うんですが、ローファイもまさに王道サイバーパンクという感じのかなり作り込まれたクオリティの高いデザインの風景になっています。これが本当にオープンワールドでインタラクティブな NPC が暮らしているのかと思ってしまうような完成度の高さですが、開発元のアイリス VR は今こそ VR を次の段階へ引き上げる時だともコメントしていますので、かなり期待してしまいますよね。現時点で PS5 への対応がアナウンスされていますが、利用ヘッドセットが PSVR なのか PSVR2 なのか詳細は明かされていません。ただ SIE が2021年内に PSVR2 の発売はないとも取れるコメントをしていることから、 PS5 と PSVR の組み合わせでプレイする形になるのではと予想されます。ヒットマン3。人気ステルスアクションシリーズが PSVR にてとうとう VR 化されます。ステルスアクションといえば VR と相性の良さは折り紙付きで、スリルや緊張感を味わうにはもってこいのジャンルです。プレイヤーは国際的な暗殺者エージェント47となり、暗殺任務を様々な手段を持って行うゲームです。暗殺の手段が豊富なのがこのゲームの一つの特徴で、銃殺、刺殺、絞殺、毒殺など多様であり、場合によってはステージ特有の条件を用いて殺すといったことも可能です。ヒットマンやヒットマン2を持っている人はこのヒットマン3にそれらのロケーションをインポートすることが可能だそうです。全て合わせると20以上あるロケーションを VR で遊ぶことができるらしいです。ヒットマン3自体は PC や Xbox はもちろん、スイッチやステディアまでありとあらゆる機種でプレイできますが、 VR モードだけは PSVR のみでの対応になる予定です。アサシンクリード VR。 UBI ソフトはイーグルフライトやスペースジャンキース、VR エスケープゲーム施設など VR 事業に積極的に関わっています。その大手パブリッシャー UBI ソフトがアサシンクリードの新作を VR で発売すると発表しました。残念ながら詳細はまだ発表になってませんので多くを知ることはできないんですが、AAA 級のタイトルが VR 上陸ということで興奮している人も多いんじゃないでしょうか。VR ゲーム業界は間違いなくこれから主流化していく業界だとは思いますが、今のところ VR ゲームがヒットしたとしても莫大な開発費をかけた場合、それを回収できるのかというと困難な状況が続いています。やっぱりもっと VR ヘッドセットが一般家庭に広がらないと、売上本数300万を超える AAA 級ヒット作はなかなか誕生しないですよね。開発費はあまりかけられないので PC ゲーム用やコンシューマー機用に開発されたビッグタイトルが VR にも一部対応だったり、過去作が VR 化されたりするわけです。
このアサシンクリード VR は正真正銘 VR 専用に開発が進んでいる AAA 級のタイトルだそうです。こちらも VR と相性のいいステルスアクションアドベンチャーゲームです。こういった人気タイトルが起爆剤となって VR ヘッドセットが一気に爆発的に売れる瞬間を多くの VR ファンが待ち望んでいますよね。スプリンターセル、アサシンクリードの新作が VR で発売されるというニュースとともに、なんと UBI のもう一つのビッグタイトルであるスプリンターセルの VR 発売も発表されました。スプリンターセルといえばかれこれ7年以上新作が発売されていない人気ステルスアクションゲームです。アサシンクリードやメタルギアに比べると主人公が超人のようには強くないというのが特徴です。そんなに強くないのでステルス戦略の腕が作戦の成功の鍵となります。一つの窮地を切り抜ける選択肢がとにかく豊富で、どうやって VR で再現するんかなという風な動作もたくさんあります。障害物から障害物へとカバーリングしながら移動するときや、影に敵を引き込んでから殺すなど違和感なく直感的にスムーズな操作がもしできたらどれだけ面白いんだろうと期待してしまいますね。ややコアなファンから絶大な人気があるゲームなので、新作をずっと待ち続けてる人は多いと思います。プリズンシミュレーター、人生で一番入りたくない施設は刑務所かもしれません。でも現実で一番行きたくないところほど VR では一番体験してみたかったりします。 VR にも刑務所でタバコや酒などを密売してボスの座を目指していくプリズンボス VR というゲームがすでにありますが、こちらのプリズンシミュレーターではそれとは逆に刑務所の監視となって持ち物検査、新たな囚人の収監作業など海外ドラマでよく見るシーンを仕事としてこなしながら1ヶ月後に決定している昇進まで問題を起こさないように過ごしていくシミュレーションゲームです。時には警棒で殴って取り締まったり、夫婦面接の行為を盗撮したりと人として結構下道な行いをしている様子もトレーラーで紹介されています。かなり自由度の高いゲームであることが特徴の一つみたいですね。時には囚人と取引して賄賂を受け取ったりすることもできるみたいです。ゼニス VR は何十年も前からいろんなファンタジー漫画やサイバーパンク小説、 SF 映画などで題材にされてきました。日本のアニメ市場においても異世界転生ものというほぼ VR のようなストーリーが今でも流行っていますよね。 VR を発明したオキュラスの創設者パルマー・ラッキーさんもソードアートオンラインのファンでした。単純に計算すると VR で最も求められているジャンルの一つは MMORPG だということが言えるかもしれません。名前を変えて種族を変えてパラディになって魔物になってリアルでは知らない人たちとファンタジーな冒険に出かける。そこに6ドフ、プレゼンス、音声チャット、タッチコントローラー操作が融合した時どれくらい面白いのかなっていうのは VR ファンの多くの方が思うことだと思います。今のところ VR にはほとんど MMORPG は存在しないので余計気になりますよね。サンフランシスコにあるラーメン VR という会社が作成中のゼニスという VR ゲームはファイナルファンタジー、クロノトリガーなどの JRPG や天空の城ラピュタ、ソードアートオンラインなどの日本アニメの影響を受けて作られている MMORPG です。カスタマイズ性が豊かでクラスや見た目はもちろん、なんと声までカスタマイズできるボイスチェンジャー機能まで搭載予定のようです。 PC のデスクトップ版も出るようなので VR 以外のプラットフォームの人と遊べるようになっているみたいですね。VR メタバースの異世界転生ものゲームはまだまだ黎明期なので、これからどうとんでもないことになっていくのか楽しみで仕方ありません。スナイパーエリート VR、 今回4つ目のステルスアクション VR ゲームです。スナイパーエリート VR はスナイパーライフルに特化したゲームです。僕はスナイパーが大好きです。ゲームで使うなら弓とスナイパーライフルが同率1位で使っていて楽しい武器です。見つからないように位置取りし、一点集中し、針に糸を通すようなコントロール一発でヘッドショットを決めます。このゲームでは X 線キルカムというスローモーションリプレイムービーがあるので奇跡のショットの軌道を楽しむことができます。一発の弾道で戦局をひっくり返すのは気持ちいいですよね。実際の戦闘でもたった一人のスナイパーに翻弄されて軍隊の指揮や指揮系統が乱されてしまうという話はあります。2キロ先とか3キロ先とかの人を撃ち抜いた狙撃手も存在するので位置の特定が間に合うわけもないですよね。1943年イタリア解放戦争シチリア島の戦いの中で主人公はエリート狙撃兵としてファシスト軍と戦います。複雑な時代のイタリア情勢が描かれたストーリーにも期待が持てそうで楽しみです。ローンエコー2、オキュラスで最も成功したゲームシリーズの一つであるローンエコーの開発会社であるレッドアットドーンが Facebook に買収されました。このチャンネルではエコー VR をよく取り扱うので視聴者の方にはもしかしたらエコー VR の方が馴染みがあるかもしれないですね。
エコー VR はローンエコーの移動手段である無重力移動システムを使った新しい VR スポーツゲームです。現在 VRe スポーツの主力タイトルとしてリーグ戦が行われています。もともとはローンエコーというゲームから派生したものであり、大元のローンエコー自体はアドベンチャーゲームです。VR で最もグラフィックの美しい宇宙ゲームの一つと言っていいと思います。ローンエコーは未来の宇宙空間で繰り広げられる宇宙空間の恐怖、孤独、無重力の楽しさなど VR に特化したギミック、移動、ロケーションが売りです。VR ならではの新しいアクションやギミックがまた追加されることを期待して発売を楽しみに待ちたいですね。ピストルウィップ2089アクションパック。 VR を代表するリズムゲームの一つピストルウィップの拡張パックが登場します。このアップデートでは新しい敵、武器、システムが導入されたシネマティックキャンペーンモードが追加される予定です。どの程度のものなのかは不明ですが、ピストルウィップにちょっとしたストーリーモードが追加されるみたいですね。マジックソードやプロセッサーなどのシンセウェーブグループの曲の追加により収録曲も増え、ゲームのボリュームが大幅にパワーアップされるようです。こちらは拡張パックの紹介になっちゃうんですが、現行のピストルウィップがとにかく面白いのでかなり期待してます。ストーリーキャンペーンモードが追加されてどういう感じに変わっていくのかちょっとイメージしにくいですが、もともとリズムゲームというほどリズムを要求されるゲームではないので、どのように変わるのか非常に気になるところです。いかがでしたか？ちょっと個人的な好みが偏りを生んでるかもしれないですが、ステルスアクションと VR の相性は抜群だと思いますので期待したいですね。プラットフォームや発売日など詳細が未定のゲームもありますし、発売日までに変更になったりすることもあると思いますので、あらかじめご了承ください。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画を見てもし気に入っていただいた方、高評価、それからチャンネル登録、温かいコメントをお待ちしてます。あとこのチャンネルではエコ VR ジャパンのコミュニティメンバーを随時募集してます。エコ VR を始めたけど遊び方がもう全くわからないとか、一緒に遊ぶ人がいないのであまり面白くないなっていう方、どんな方でも結構です。初心者ベテラン問わず募集してますので気軽にご参加ください。気になる方は Discord サーバーにアクセスいただくか、もしくは Twitter にてダイレクトメッセージをください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。